ロストエステートエージェントで遊ぼうね。何するゲームや？ストアにはサバイバルホラーって書いてあったよ。最近のホラーは導入見たらわかること多いし、始めたろ。ほう、いきなり投げ出すタイプ。テープ見ろってことか？無理やな。メモに何かあるか？おはようございます。あいにく、記者から正確な訪問日をお知らせいただけませんでした。そのため、門の鍵はテーブルの上に置いておきます。鍵は自由におもう取ったわな。過ごしください。お、ただし、境界を越えないようにしてくだこいつが書さい。いたメモな。すべての書類を集めたでしょら、報酬を受け取ってください。私は見覚えあるけど、クズネチョあれちゃんはないだろうね。特に気にせんでええなら進むわ。導入メモだけじゃなんだしストアのあらすじも読むね。あなたは不気味な邸宅の書類を回収するために派遣された普通の不動産業者です。しかし最初から危険な冒険があなたを待っています。いつでも助けてくれるフレンドリーな猫とマスターゾンビに出会うことになります。どの破片が飛んできとるけど早速マスターゾンビってやつのお出ましか？マスターゾンビなんて出てこないぞ。はあ、ホラーであんまり考えても仕方ないし進もうね。最初に手に入れた鍵を使ってゲート開いたで。お、猫かわええな。オスだぞ。小動物相手にそういうの気にせんで。おじさんだぞ。猫のおじさん判定が何歳からなのかわからん。廃墟探索ゲーだし野良かな。アイテムに合った餌を与えてみたけど、何の意味があるのかわからん。行き先を案内してくれるとか。詰まったらついていこか。酒か空き瓶か。年代物になってそう。ゲストへの注意事項。残念ながら、私たちは常にお客様を歓迎しているわけではありませんので、事前にご連絡ください。マナーを守り、静かにして、何も壊さないでください。酒の瓶を取ったのは小さな鍵を見つけた場合は、はいただしこの2階のルールは無料でしょ36号室に持って行ってください。遠目で見てやべえのおるやんけ。ちょいキモい。会えて嬉しいよ。何が知りたいんだい？言葉が通じるのが逆に怖いわ。何があってそうなったの？私は無線技師として働いてて、古いテレビの修理をしていた時にある装置の中に送信機を見つけた。その送信機から空間と時間を歪める能力を持つ人粒子送信機を組み立てました。タイムスリップさえできたんだよ。でも私は大きな間隔を設定してしまったのです。それで何が起きたの？取り返しのつかない恐ろしいことが起きた。物質と空間の変異があった。その結果が今あなたの前に見えるものだよ。その送信機はどこにあるの？正確な場所はわからないよ。でもクズネツォフ家の裏手、温室の近くを探してみて。よっしゃ、やってみよやることがわかるのはありがたいな。う。クズネトフ家はどこにある？モニュメントから左に行ってみて。電話があるからセキュリティ通知をしたら進めるよ。警備員に連絡しないと拘束されちゃうからね。気をつけてね。まあ大丈夫だと思うよ。ここはアイテム交換だね。交換する意味がわからんからスルーでええわ。さよなら、またね。いやー、思ったより長かったや。通り抜けできないんかここ。積んだ。マッチ拾ったけどアイテム欄から使用できんしわからん。なんや、クラクション程度じゃビビらないからうるさいだけだね。無人なら不思議ではあるで。調べられんしうるさいだけやな。いっそ爆発でもしてくれた方がワクワクするよね。サバイバルホラーならそれもありやな。猫のフェリックスはとてもお人よしでネズミは取らない。餌は1日3回、缶詰を与えてください。それ以上与えないでください。すぐに太ってしまいます。一食も与えないのは逆にダメなのかな？かわいそうやろ。というか、何日もかかるゲームなんやなと。うるせえ。一回でいいでしょこんなの。塗りつぶされたドクロ。死ぬ地帯ってことかな？あっちが正解っぽいがもう少し探索したいわ。明らかに手が出てる。握手は無理？バッチーから触りたくないわ。お、なんや、斬新なモニュメント？盛り上がりはしそうやけど、意味はわからんな。振り返ったら箱を見つけてしまった。落ちてきてダメージ与える想定だったのかな？なんかすまんな。モニュメントもさっきの演出だけで特に何もないわ。明るいのに何をされてるのかわからん。気づいてなかったけど確かに明るいね。電話だよ。聞きゃわかるわ。ビジー。さすがに読めるわ。てか電話かけるんやなくてかかってくるんか。電話が繋がらなかったらかけ直せって書いてる。連絡なしだと警備員になんかされるんやったな。でも電話出れんかったぞ。鳴ってる最中に警備員さんに話しかけろって意味だったとか？特定の番号を押す必要があるとかか？受話器にしか正解判定がないとか？わからん。拘束されるのが正解なのかもね。進もな。お、やばそう。早いわ。残念ですが、あなたは死んでしまいました。ここまでで回復アイテムあったのに一撃しかい。ギミックボスかな？ちょい長いわ。
ロードしてからコンティニュー選ばせるのなさすぎるやろ。死ぬたびに10秒以上持ってかれるから気をつけようね。でもここマジでわからん。ボタン押せんし、アイテムも使えん。鳴った瞬間に取ってみる。なんもわからんしその案に乗ったるで。切れたこのタイミングからずっと連打したるわ。アクセス許可。これどこでこうするのが正解ってわかるんやマジでおい。回数だった可能性もある。それはそれでわからんやろ。かけ直せとは書いてあったし。ちょい退屈し始めてるから探索しながら進むわ。警備員巡回してるんだ。やられた際のテンポ悪すぎやから離れとくわ。アイテムがたくさん手に入るな。でも猫缶と回復アイテム以外は使えないから手に入っても困るよね。拾えるなら拾うけどな。襲っては来ないんやな。許可を得てるからセーフになったってことでしょ。触る気にはなれんけどな。なんや、それはワープゾーンだ。ゾンビ出るじゃん。いろんなものを一気に浴びせるの忙しいわ。この庭園はクソ広いから、さっきの青いのに触れると別の青い場所に飛ばすワープゾーンが回多数存復アイテムの在するんだ。必要性が分かったわ。なんか壊せたわ。壊すアイテム持ってたのかな。即死じゃないならええわ。鍵2つ持ってるのに開かん。別の形状の探そうね。ここでは時々、真っ昼間に夜が訪れる。危険に満ち、ならず者もいる。暗闇。どのような死が潜んでいるかもわからない。しかし、もう心配することはありません。帰る場所など、もうずっと前にないのだから。草に覆われ、暗闇に引き込まれ、彼はこの世を去った。わからん。ポエムか。夜を越えたら次の日扱いでまた猫に餌をあげてもいいのかな。昼間に訪れる夜なら1日は経ってないやろ。ちょい暗いけど他のホラーに比べたら明るいわな。ろうそくを持っていけたりは。当然無理やで。だよね。音で何かしてくることが多いな。車や電話と違って音の正体がわからない。今のを盗聴させる音かい。無音の方が怖いまであった。私がコンピューターゲームを作るとしたら、どんなゲームになると思う？いや、マジで？そんなのが見たい？下水道でキノコとお姫様を探して走る小さな男？バカバカしい。スペクトルアナライザーを直してくるよ。昨日はバルコニーで話をしていました。でも今日は静寂と風しかない。遠くから駆けつけたのに、あなたは私を置いていった。なぜなの？永遠に一緒にいると誓ったのに、どこへ行ったのかもわからない。せめて何かしらのサインだけでもくれ。この沈黙が私を恐怖に陥らせる。喋る暇がないな。メモ以外に特に何もないからちょうどいい気もする。途中でマリオの話してたの気になったわ。スペクトルアナライザーが何かを気にするべき話だったと思う。なんなんや。電波をなんやかんやするやつ。最初の方にいたらジオマスターくんの話と繋がっとるな。そんな人もいたね。お、一番最初と同じテレビ。勝手に消えるテレビはよくあるけどつくのは珍しいね。消せんしうるさいから離れるで。離れたら消えるぞ。広いね。これだけ広いならメモ置く感覚が近すぎだったと思ってまうわ。これ拾えんけどなんなんやろ。後でイベントで使われるとか？気になるから覚えとこな。見比べてみたら取れるアイテムと全然色が違うわ。取得してるアイテムの意味も分かってないからどんどん進もうね。ルドルフってのがいてアイテム交換をしてくれるっぽいぞ。ラジオマスターくんと分けた意味が知りたくなるね。あとチェストキーに交換できる鍵を3つ持っとるわ。と手間をかける意味が知りたくなる。アイテムすらなさそうやん。おお、なんや。謎解きか。割とちょろいな。ああ、マークを順番に調べていくだけか。鍵小さい方じゃなくない？でかい方も調べとくか。あ、天井が落ちてきてやばそうやから勢いで全部押したる。まあ手遅れやな。次の人生に期待しようね。いっそ早く殺してくれ。リスポーンテンポだけは絶対に修正しろ。リスポーン箇所は最高にええやんけ。やることは分かってるし速攻で終わらせようね。順番に調べていくだけやな。ホラーの謎解きはこれくらいでちょうどええわ。なんやろ。鍵ゲットじゃん。いや、この鍵はチェストキーに交換するための鍵やからこれもらっても嬉しくないで。しかも進めないんかい。ただ謎を解くだけの部屋？広い家だしそういう部屋があってもおかしくはないね。家の中広すぎるんやが。外はもっと広いだろうね。
やっと話が進めそうな扉を見つけたで。開かないね。これ屋敷の中探索するタイミング間違ってるんか？広いだけだと思うよ。どの部屋が正解なのかわからんぞ。これもちゃうんか？何が目的なのか忘れそうになるよね。うちはもう忘れてるで。不動産業者としてドキュメントを全部集めるのが目的だよ。そんな話もあったな。あと小さな鍵を見つけたなら36号室に向かうって話もあったよ。それは本当に忘れてたで。矢印を追っかけてきたらはめられたわ。難しい問題だ。バカにされてるな。答えは8やけど、2個あるのなんなんやろ。時間切れがあったら怖いからとりあえず押すが。はぁ？残念。もうミスならミスでええから早く殺してくれ。ミスったの自覚してから20秒かかるの本当にやめたくなるからな。ミスる方が悪い。猫の餌。さてはこれ謎を解く意味ないゲームやな。ドキュメント手に入ったから意味はあったね。何個集めるんやろ。8個だぞ。すでに30分かかってるから恐ろしくなるな。何か出てきますよの音がしとる。緊急家族会議の報告。家の右側に幽霊が出るという情報があります。詳細な調査を行ったところ、異常な活動が検出されました。そこへの散歩を控え、まじまじと見ないようお願いします。ここ36号室やんけ。小さな鍵を手に入れたら行けって言われてたとこだね。開かないから進んだけど、なんか出たわ。サバイバルホラーの割に敵とは戦わないんだね。ここも36号室や。ロボ、寝てる？ロボは寝ないやろ。ああ、本当に衰退。でも禁煙して1年以上経つ。だって健康が大事だから。それと科学もだ。お金では買えないしな。タバコは吸わない方がいいし、吸い始めたならやめた方がいい。こんにちは。私は世界最高のロボットアシスタント、ルドルフです。どうかされましたか？ドキュメントを見つけたんだけど、どうしたらいい？すごいです。クズネツォフ伯爵はこのような書類をいくつか持っていて、非常に重要だと言っていました。残念ながら時間の経過とともにそれらは紛失されました。オレグはそれらを見つけるために雇われたのです。知らない名前や。しかし彼もまた姿を消しました。幽霊になったとも言われています。もしすべての書類を見つけることができれば屋敷をご案内しますよ。道は覚えたから案内はいらんな。不動産案内なんじゃないかな。ここで鍵とか交換できるみたいやな。ラジオマスターくんとは交換できるものが違うっぽいね。何になるんやろ。渡すものは固定だけど手に入るものはランダムなんだ。マップがくっそ広いから拾い集めてこいってことか。正直チェストキー以外はその辺に落ちてるからいらんぞ。落ちてるアイテムって復活するのかな？広すぎて初めて来たのかどうか把握できんからわからん。ここのことを教えて。ここの何を知りたいんです。庭を歩いている大男について。警備員のジェリーです。トムとジェリーを見たことありますか？みんなジェリーは小さいと思いますよね。でも彼はとても大きいんです。彼は無害に見えるけど、関わらない方がいいです。特に夜は泥棒と勘違いされちゃうかもです。暗闇では見えにくいからですね。昼間だろうが触ったらダメで、夜だと追いかけてくるんやろな。昼間にも夜が訪れるってメモもあったし、注意すべき敵ってことだね。幽霊についても聞けるみたいだ。家の右側で幽霊に遭遇するかもしれませんが、じっと見ちゃダメです。注目されるのが好きじゃないみたいなので、特別なカメラで彼を落ち着かせることができますよ。カメラ探して撮って成仏させろってことか。あとは裏庭にコウモリがいて攻撃してくる話と、トラパスには報じレバーで壊せるって話があります。一箇所でする話が長すぎだからカットで。仕事中に寝てたよね。いえ、あなたには私が寝ているように見えたようですね。嘘ついてるでしょ？ありえません。証明します。ゲームをしましょう。正直オチは見えてるで。目標は35ポイントを獲得すること。お互いに本当のことを言えば、それぞれ3ポイントを獲得。騙すことに成功したら5ポイント。失敗したら0ポイント。お互いに騙し合ったら、それぞれ1ポイントを獲得。こういうこと？ただの運ゲーじゃない？わからんから任せるわ。じゃまやろう。はい、勝ち。真面目に相手したれや。必勝法とかあったのかな？ようわからんけど買ったならええわ。その辺で拾えるアイテムもろたで。こ
この鏡から声がするけどどうしたらいいのかわからん。矢印をたどれば？それはロボにたどり着くから意味なしや。わからないなら後回しにしようね。じゃわかることからやろう。家の右手側の幽霊にやってみよな。ロボ曰く特別なカメラがあれば落ち着かせることができるってやつだね。まあ持ってへんけどな。いるのは確かや。じっと見ちゃダメだけど試す？やり直しに時間がかかりすぎたから却下や。正直ドキュメント以外のアイテム一つもいらんで。回復も？罠踏んだりした時には意味あるけど、即死攻撃がノイズすぎや。おっと。横から見るのもあかんか？なんかチェックマークあるわ。取れた。守ってたのかな？トランスミッターの部屋の鍵やな。どこそれ？わからんけど、家の中で開かなかった扉をチェックすればええやろ。それはそれとして家の周りも探索はしとくで。ドキュメントあるかもだしね。罠はかかる前でもかかった後でも壊せる。バールみたいなアイテムを持ってればだけどね。かかっても即死じゃないから問題ないで。何かが起きる時の音。夜になった。すぐに家に戻るのだ。うちはマップがわかってるから言わせてもらうけど、家の入り口まで遠いから戻る前に捕まると思うで。夜でも視界良好だから探索続けられるね。広さとアイテムの多さを伝えるいい機会になるな。犬のお墓？犬の話なんてあったか？あ、ワープで逃げ攻撃範囲が広すぎる。死にゲーのリスポーンは迅速にしろ。何度も死ぬ方が悪い。回復アイテムあるんやから、一発は耐えてくれや。ホラゲーの主人公が弱いのは普通だよ。なんか知らんが鍵を持ってたみたいや。ドキュメントあるやん。一歩進んだね。家の外の探索にも意味はあるみたいやし続行や。アイテムで足止めできるとかないんか？夜になってから家に戻るの無理やろと思ったで。またチェックマークついてるとこあるやん。鍵が必要だ。どこで手に入れたのかはわからん。拾えるアイテムが多すぎて確認はしないからな。昨日妻と真面目な話し合いをしました。彼女は新しいモダン的な家の販売広告を見つけた。私はこの邸宅を売って新しい家に引っ越すことには大反対している。ここにあるものは全て私のライフスタイルに合わせて整理されている。なのでとりあえずこの重要な書類はガレージに保管するつもりだ。ガレージで拾った鍵がチェストキーだったのかな？小さいアイテムは拾うときに小さいなぁとしか思ってないからわからん。もっとちゃんと見ようよ。拾えるアイテム多すぎて見てたら日が暮れるで。屋敷内で開く扉探そうな。色が違ったやつあったよね。そういやあったな。こんなところにドキュメントあったか？こんな目立つ場所は見逃さないと思うけど。見てるだけで別の建物か？ロボいるから同じ建物やな。アイテムが復活するのは分かったけど、ドキュメントが増えてたのがランダムアイテム扱いなのか想定イベントなのか分からないの怖い。うちはササラが持ってきたゲームならちゃんとしてるって信じてるで。今の私の気持ちとしてはごめんねって感じだけどね。お？何がフラグだったんや？ 10分くらいさまよってただけだよね。敵はおらんな。謎もないね。死ぬ要素はないってことやな。最高。ここか。前にも来たよな。前は下から来たね。開かん。下なら開くか？もう他に行くとこ思いつかないしね。ここも開かん。そこは開くぞ。はあ、閉まってる音してたやん。クリックでドア閉まってる音がしたの割と納得いかんわ。連打したからガチャガチャしちゃったんじゃない？鍵が合ってるなら1回目のクリックで開いてそれ以降無効にしろ。で、このビームは何や？準粒子トランスミッターがなんとかって誰かが言ってたね。2発で死ぬ威力があるで。即死じゃなくてよかったね。で、これ見てりゃええんか？ふむ。ギャグゲーの音がした。クズネツォフ伯爵の命令により、画期的な FP1 装置が開発された。古いカメラから万能な幽霊撃退装置を作り上げました。お披露目するのが待ち遠しい。伯爵も大喜びだろう。ケイグ、ラジオマスター。1時間前にそんな話を聞いたなーって感じや。2階の方は本当に開かんな。その確認必要？下の扉が閉まってる音してたのに開いたの本当に許せてないからな。ガレージ近くのなんでもないような場所にドキュメントあったわ。あと何個？1個やな。幽霊おるやん。カメラ使ったろ。
こいつに使えんかったら誰に使うんや。温室の方に幽霊に使うんでしょ。建物右手側に別の幽霊出すのは意地悪やろ。てかこいつも即死させてくるんかい。マジでリスポーンのテンポは最低10回は同じ場所でやられることを想定して作ってくれや。あいつで正解なんやな。見た目の違いはわからないね。どうなった？クソが、昼間は一発耐えるとかにしろ。この死に演出だけで何分持ってかれてるんやろな。やられる方が悪い。おるか？おるな。成仏させたる。楽しくないわこれ。無駄に拾える回復アイテム全部削除したらどうや？あと昼夜の概念も意味ないからいらんぞ。回復アイテムいらんから、それに交換できるアイテムももちろんいらんからな。あと裏庭のコウモリがどこまでもついてくるのおかしいと思っとるで、ラジオマスターくんのとこまでついてくるのは少し笑ってしまったわ。うるさいだけで会話中に襲ってこないのだけはいい点やけどな。あとこれは。まあええわ。あと謎解き部屋が無限に発動するのは。まあええわ。回復はいらんぞ。言いたいこと半分くらい言えたから進もな。成仏したか？これこの後どうするかの話あったっけ？わからんが歩きやすくはなったな。あの警備員を殺す方法はないんかな？アプデに期待かな。カメラをもう一度手に入れるとかは無理そうやな。手に入れたとして誰に使うつもりだったのか。本当に開かんな。遅れての SE さえ開かないって言ってるから信用するで。開くぞ。もうタックルでぶち破るか。まあもう何でもええわ。ドキュメントくれや。これで8個やな。ロボに渡せばええんか。子供たちの涙の鎖を白髪の一筋につけて、障害があっても私は夢見る。母が近くにいてくれることを、私のために太陽は輝かず、養ってくれる乳房もない。喉の管から血が滲む。私は答えを探し求める。どうして私は生まれたの？誰の話やろ。ローカライズされたテキストがありません。どこの何についてのテキストがないのかがわからん。ローカライズ旋回って突っ込むところでは？赤ちゃんの声はどこからや。9枚目のドキュメント？初めてのカットシーン。コングラチュレーション。これにてゲーム終了だ。ほーん。やったね。シナリオ系ホラーとしてはよくある感じで、サバイバルホラーとしては微妙やったわ。キャラクターと世界観は引きつけるものがあったで。両ゲーってことだね。まあ、いくらやこれ？ 1200円だよ。780円ラインならギリギリおすすめだけど、それならおすすめはできんな。やってることだけで言えば暗い森でメモ8枚探す無料ゲーと変わらんし、シナリオゲーとしては即死の敵が本当にいらんからクソやもん。アイテム管理させたいのか、即死相手のステルスエスケープさせたいのか、シナリオを楽しんでほしいのか、全部盛りにした結果のバランスが悪かったで。オレグ弁護士はドキュメント探しのために雇われた。主人公か？ロボ曰く幽霊になった人かな。十分な技術はなかったが、彼は送信機の再設定をした。後でなんでこれ買ったのか教えてくれな。説明に2分はかかるよ。その結果、ラジオマスターは過剰な共鳴を受けた。ラジオマスターくんがああなったのって自分のせいじゃなかったんか？オレグは肉体を失い、マスターの体は変性し、再構築された。クズネツォフ夫人は鏡の異次元側に投げ込まれた。屋敷の鏡からの声に理由があったんやな。世界観設定がしっかりしてるね。そしてクズネツォフ伯爵は猫のフェリックスに変身した。あの猫伯爵だったんだ。最初に言ったぞ。ならもっとドキュメントの方向にナビゲートするとか、敵の足止めしてくれ。で、完全に終わりなんかな。それじゃ、また何か良さそうなゲームがあったら遊ぼうね。なんでこれ自信満々に持ってきたんや？ここの開発のゲームに、ファインディング・アナスタシアっていう行方不明の恋人を探してある島に行くホラーゲームがあるんだけど、設定は普通やな。明るさが明るめで島の広さがちょうどよくて、しかもマップを持ってて不気味な雰囲気でゾクゾクさせながらも怖さと面白さが調和したような演出をしてくれて、調べられるポイントが必要ないように見えて後から意味に気づけたり、そっちやらせろや。彼女がいなくなった理由がだんだんと分かっていって、戦うべき相手が現れたり、うちにやらせろや。不思議な力に導かれたり。面白いならそっちやろうや。もう僕とやったからな。
出てくるキャラが印象に残る上にしっかりと掘り下げされてたり、ちょっと気になるのやめろ。謎解きのパズルは何回かあるけどホラーゲームとしてちょうどいい難易度だったり、ホラゲーの主人公としては珍しく心が折れかけたり、人間ドラマも描けちゃってるのすごいやん。グロキモ演出まで備えてたり、ホラーのハッピーセットか。敵がこちらを甘く見ずにしっかり襲いに来るも愛と友情の力で耐えたりする。少年漫画か。最後は敵から逃げながらクリスタルを壊すアクションをこなして勝つんだけど、勝てるタイプの敵やったんか。このゲームにはエンディングが2つあって、2人が幸せになるハッピーエンドと切なくも悲しいバッドエンドがあるのがシナリオものとして最高だなと思えたよ。70分くらいの映画を見終えた時の感覚になれるから最高におすすめできるホラーゲームだったの。投稿せずにボツった理由の方がわからん評価やんけ。と思って持ってきたんだけど、あかねちゃんのお気に召さなかったみたいでごめんね。ああ、今回のゲーム勝った理由を聞いてるんやったな。波程度には楽しめたから気にせんでええで。よかったわ。それはそれとしてこっちのゲームやらせてもらえるか。映画感覚で楽しもうね。僕も付き合おう。それじゃ今回はここまでやな。次は死にゲーじゃないやつか。死にゲーでもリスポーンテンポがいいやつやりたいわ。それじゃな。バイバイ。